号签名，关有台湾回归祖国，实现和平统一的封建政策。叶剑英讲，1979年元旦，全国人民代表大会常務委員会。皆さんこんにちは。今僕はアモイにいます。ここに来るまでアモイは空港に地下鉄の駅がなくって、でも代わりに BRT が走ってて、バスラピッドトランジットかなが走ってて、でそれがね専用の高速道路みたいなところをね走ってたのですごい便利でした。すぐ着きました。でそれとバスでね今この辺りに来てるわけです。双子ツインタワーが見える辺りですね。かなりすごい雰囲気のある街並みに細い路地が連なってて、ちょっと歩いてすぐ分かる、これはいい感じの観光都市ですね。ちょうどいい感じの規模で、ああいうツインタワーとかね、そういう高級な感じのね場所もあって、そのすぐ下は屋台街みたいなね、そういう屋台街ってことじゃないけど小さい店が集まってる細い路地みたいなのがあって、でさっきここ来るまでね猫がコンセプトの町があって、猫町、ちょっと詳しく説明読んでないんであんまり解説はできないんですけど、猫博物館みたいなねそういう店まであって、いろいろすごい街歩きが楽しみな街だな。でホテルは今回海が見えるねホテルを取ったんですよ。なんでまずそっちにねチェックインしようかなと思ったんですけど、ここら辺で先にお昼ご飯じゃない夕ご飯食べようかな。一皿目が来ましたいただきます。これシャーメン炒米線っていう名前の料理ですね。美味しそう。ちょっと焼きそばみたいな感じだね。これすごい美味しい。香ばしくって、チャーハンのミーシェンバージョンみたいな感じ。卵とちょっとキャベツが入ってて、焼きそばっぽくもあるよね。2皿目が来ました。シャーメンウーシャンジュエン。すごい油で揚げたってジャンキーな感じ。いただきます。玉ねぎか。玉ねぎ入ってる。中に玉ねぎ入ってるよ。玉ねぎの甘み。あと一つ。来ました。今来たんですけど、クージャジョシャンジですね。鶏肉。ハッカの鶏肉、ハッカのお酒の香りの鶏肉。そういう味だね。これすごい美味しい。ちょっとお酒の香りがして、で爽やか。生姜が効いてる。ごちそうさまでした。クージャジョシャンジーっていうのがすごい美味しかったです。ちょっと甘くってね、その甘さが絶妙で、ウーシャンジュエンっていうのはひき肉とつなぎと玉ねぎと、あとちょっと驚いたんですけどマーティっていう果物なのか野菜なのかすごい微妙なものが中国にあるんですけど、それがちょっと入ってるみたい。すごいここら辺繁華街ですね。ローソンにこんな自分でカクテル作る場所があるよ。近くの小さいスーパーでこの謎のウーロン茶でも買うか。ホテルのとこまでやってきました。ホテルこのツインタワーの中のやつだった。そんな
そこまで注意してなかったんですけど、海が見えるところ、ここの中、ここかな、反対側かな。今ホテルのじゃない、このツインタワーの1階なんですけど、ちょっと面倒くさいやつだった。ホテルって書いてあったからホテルだと思ったんですけど、たまにあるんですけど、電話して連絡しなきゃいけないタイプ。それでWeChat アドして、で部屋の行き方をね教えてもらうタイプだった。そして夜は更け、窓から美しい海辺の夜景が。翌朝は日の出とともに起きた。といってももう冬なので特に早起きというわけではなく、7時前ぐらいである。おはようございます。今日は市内をうろつきます。とりあえずこの橋、上はすごい自動車が走ってて、で下ここ歩行者に開放されてる。でここぐるって回る橋のところにやってきました。ホテルの窓からね見えたところですね。向こう側には有名なコロンス島が見えますね。グランユー、観光客でにぎわいつつランニングしてる地元の人みたいなのもいたりして、であちこちに写真スポット、こういうオブジェがあったりして、でコロンス島は見えるし、船も見えるし、今日は天気がいいんでね、すごい楽しいスポットですね。で向こう側にはね、ああやって双子とツインタワーが見える。やっぱり海が見えるところってのは気持ちがいいですよね。まあ北の方だったらね、チンタオとかね、そういうのと同じような感じで、アモイの場合はね、まあ小さな一つの島になってるんでね、ぐるっと一周できるんですよね、その気になったら。なのですっごい満喫したかったらね、すごい1週間2週間とかねいても楽しいかもしれないですね。いやすごい、これもうヤッホーって感じのビーチ。いや南国です、南国。ヤシの木がねこうやって並んでて、いやー南国だな。楽しくなってきちゃいましたよ。もう冬だけどね、まあ泳いじゃダメなんだろうね。さすがに誰も泳いでないですね。こんだけ暖かかったらね、ちょっとね水入っても大丈夫な気がしますけどね。こんだけ暖かかったらとか言いながら、まあこんぐらい来てますけど、でまあ日差しがすごいね差して、今はちょうどお昼ぐらいでね、これだけ強く日差しが差すとすごい暖かい。
皆さん次の目的地にやってまいりました。ここは富士山砲台、砲台ですね。まあ早速チケット買って入っていきましょう。ここがメインかな、肝心の砲台の部分。どうなんだろうな。これなのかな。あ、向こうか。ここに小さいのがあって、向こうに大きいのがあって、さらに海の方にも一つある。この富士山砲台っていうのは清朝にね作られた砲台ですね。高所20年1894年に作られて、でここは今残ってる19世紀の砲台としては世界でね、一番古くって一番でかい、一番大きいっていうふうに認められてるみたいです。ここは人民解放軍のラジオステーションだったんだって。いろんな使われ方してきたんだね。19世紀のやつだけかと思ったら、もっと古い明末のやつなんてものもありましたよ。小型だけどすごい鉄サビがあって、もう昔のままここに残されてたのってすごいね。ここアモイ大学、すごい綺麗なキャンパスで有名でね、ドラマのロケ地なんかにも使われたことあるみたいな。でだけど入るにはね、一般の人が入るには予約が必要で、実名予約WeChat を使って、外国からね来て中国のそういう電話番号とかないような、ただ来ただけの外国人は絶対無理って感じの場所ですね。で僕ちょっと予約状況見たんですけど、今回の滞在中のやつはもう全部埋まってたんで、今回は諦めます。外から見るだけ。次に私はシェアバイクにまたがり、ここにやってきたシャーポーウェイ。見ての通りカラフルな看板が目を引くおしゃれ通りである。福建の美味しい食べ物屋が軒を連ね、台湾の影響も感じさせる。建物は西洋中国折衷様式で、細かな装飾やクリーム色の壁とおしゃれな赤レンガが目を引く。おしゃれ写真スポットとして若者の関心を集め、中には結婚式の撮影をしている人も。東南アジアの影響もあり、インドネシアやマレーシア料理の店なんかもある。水辺の方に出てみれば、おしゃれな洋服屋が並び、川には水鳥とボート。おそらく台湾経由で日本の影響も感じさせるのは、中古や古着といった普通の中国語にはない看板を見かける点だ。ここはお隣のアートゾーン、より一層若者文化を感じさせる店構えである。8年前に行ったビールのお店は残念ながらお休み中だった。いや、何度見てもこれすごいな。やってまいりました。次の目的地、ここが中山路ですね。上海だったらバンドみたいな感じのところかな。ここはアモイ観光では外せない、アモイの一番の商業地区ですね。中山路。上海のところ、バンドみたいに西洋風の建物が並んでる。
まあ結構長い通りなんだと思うけど、あっちにも続いてるし、まあ、小さい小さい店がね、まあ、ここら辺すごいにぎわ、ちょっとにぎにぎしい感じの看板。今日は日曜日なんですけど、あんまり全然人いないですね。昔来た時の印象となんか違うな。昔来た時は夏っていうか国慶節に来たんですよね、実は。なんでにぎわってて楽しげだったからっていう、そういう印象があったんだけど、今はまあ冬で人が少なくってあんまり面白くないというか、なんだろう、やっぱこういう通りって人がもうすごいたくさんいてこそみたいなところがあるのかもしれない。ジョンシャンルーから適当に歩いてたらこんな場所になんか戦いがあったんだね。国民党と共産党の戦いの歴史。あ、ここがつまり刑務所か。刑務所ってことですね。ここがベッドというか木の板だけど、ここで寝てたってこと。ここに入れられて、こんなとこにこっそりひっそりチョンファンミャオがありました。もうちょっとこういうのって目立つようにでっかくあると思うんだけど、すごい控えめな感じにあるね。从国外过来。哪个国家？走日本。你可以留言的。这边留言啊。对。啊，好好。来几天了？来这第二天啊。对对，哇。なんかお茶飲んで、ここでなんかこれいろんな外国から来た人のメッセージ、いろんなメッセージがあって、ここにメッセージ残せって言われたんですけど、何書けばいいか分かんない。来吃一个。好，谢谢。平安健康哈，家庭幸福来。来，吃一下。全部对方再放一下哈。来吃一个，吃一个。すごいちょっと撮影する暇もなく、これ食べてこれ食べてお茶飲んでって言われて、で記念撮影をしてくれて、でその写真を送ってもらいました。で今ちょっと下もあるみたいで下に来てるんですけど、下もこうやってあってすごいな。こんな感じで、なんか珍しいよね。こうやって別に撮ってもいいの、全然気にしないで。結構撮影ダメとかねあるんですけど、こういうとこだったら。出てきました。なんかよくわかんないけど、すごい面白いおじいさんというかすごい熱心ねお茶勧めてきて、でこれをもらいました。何だったんだろうな。夕食、アモイ大学の目の前、あそこの上の店がね評判いいらしいんで試してみようか。アモイ料理って感じ。てかアモイ料理の店ですね。アモイ料理の店ですごい、まあ、どっちかって言ったら高級めのやつ、ね、すごいメニューいろいろ揃ってますね。まずお茶をいただきます。ウーロン茶かなこれ。一皿目が来ました。ユーニーヤってやつ。ユーニーって甘いやつなんですけど、それが主で、中にちょっとやつアヒル、その肉が入ってる。すごい甘いで、ソースもこれマンゴーソースみたいな感じ。これはお茶と一緒に食べるべき。お茶を飲んで、このお菓子とも普通のご飯ともつかぬものを食べる。イエンマイバオが来ました。もう夕食というよりね、
お茶の時間みたいになってますけど、で最後来ました。これタニシの一皿ですね。料理です。あ、すごい匂いがする。これ八角ですね。八角のすごい匂い。いただきましょう。これスープとして楽しんでいいのかな、よくわかんないんですけど、八角ともうすごいいろんなスパイスが入ってる。大きい唐辛子も入ってて、まあ基本醤油なんだけど、まあ唐辛子入ってるからちょっとピリってくる。爪楊枝で食べろってことだとなんでしょうね。取って食べていくと、これは珍味って感じだな。面白い。お酒のあて、珍味って感じ。これ自体が多分すごい結構お酒使ってる。料理名にお酒入ってます。中の奥の部分が意外とあんまり綺麗に取れない。なんかレバーみたいな部分があるんですね。そこが結構美味しいけど。ごちそうさまでした。美味しかったです。特にタニシがね、僕普段ああいうのねあんまり食べないんですけど、なぜかというとちまちまして食べるのめんどくさいんで。でもおすすめのやつに載ってたんで試してみるかと思って食べてみたんですけど、すごい美味しかった。タニシってあんな美味しいんだっていう感じで、その味付けがね、もう中華スパイスの一番いいやつって感じ。まあ八角とか、あといろんなよくわかんないやつも入ってて、まああと朝鮮人参とかね、そういうのも入ってて、すごいこれぞ中華のスパイスの最高峰みたいな感じの味でした。2日目はこのように無事に終わり、翌朝私はコロンス島に向かうために早起きしてタクシーに乗った。しかし这条路好多打卡的，你没时间，不然把你的票改签一下。改签嘛？改签一下，我带你，好多地方都可以拍照。啊，是吗？等一下我要停下来，你随便拍。一国两制統一中国。おはようございます。今日はですね、グランユー、あそこの大きな島に行こうと思ってたんですけど、タクシーに乗ったらまだ早いよって言われて、先に台湾人面金門かな、台湾の向こうの島が見えるところにね見に連れてってあげるみたいなこと言われて、その後もっといろんなところあるからフェリーのチケットを変えて午後のやつに変えていろんなところに連れてってあげるってタクシーの運転手言われて、今に至ります。とりあえず向こうに金門が見えて、でさっき言ったけどあそこに一国两制統一中国っていう文字が見えて、タクシーの運転手ねもう笑ってましたからね、あれでタクシーの運転手にここにね、ここのビーチに来て、であそこでいろんな人が漁民が貝とかね魚とかね拾ってるところ、そこ撮ったらいいよって言われて、とりあえずこうやって来てます。で向こうにあれが台湾の人面金門が見えると。あれは多分海の女神のマソ像でしょうね。
運転手は運転しながらガイドをしてくれた。ここは会社大剧院。2019年から金鸡百花電影節という中国の国家規模の映画祭の主会場になっている。それからこれは建設中のアモイと金門を結ぶ橋。現在アモイから大陸の人は金門に渡ることはできない。なら何のために橋を作ってるのかと聞くと、生き生きの条約が結ばれるのだろうという答え。2年後には橋が開通する予定だ。その後も愉快な道中は続く。ここは巨大なマソ像。福建を中心に中国の南方の海の女神である。この辺の人は実に信仰深い。それからこれは国鳥が泳ぐ湖。運転手は人を見ると餌をくれると思って集まってくる。白菜でも持って行った日には愉快なことになるなどという。国鳥というのは野菜が好きらしい。車の中では地図を見ていなかったので後から知ったが、この橋を越えて私たちはアモイの本当の隣、シャンアン地区の島にやってきていた。ここは今アモイの後期国際空港に代わる空港を建設中の場所だという。運転手ははるばるここに私を連れてきたが、ここに何があるというのか。ここは英雄三島战地、人民解放軍の国民党との戦いの歴史を記録した場所である。園内には戦車や戦闘機、砲台などが並ぶ。ここは面白い。台湾に呼びかけるためにこの作られた世界で一番でかい軍事用のラッパですって、ここからこうやって放送して台湾にね呼びかけて、なんか心理戦らしいです。60年代70年代に人面金門に対してね、ここから放送をしてたんですって。今こうやってこういう音を流してたっていうのをデモンストレートしてくれてるのかな。ミュージアムショップには有名な金門のコーリャンのお酒、なんと砲弾の形をした容器もある。お次は千年のガジュマルの木、なんと樹齢1000年の木らしい。ガジュマルの木は枝が地面に落ちて根を張り横に広がっていくので壮観だ。上に巨大にはあまりならないんだけど、要は横にこうやって広がっていくんだね。1000年って本当かな。運転手さんが1000年のガジュマルの木って言ってたんだけど。それから道端の魚の干物を売っている店に連れて行かれる。連れてきた。哪一个汤？直接就可以吃。直接可以吃的，可以尝一下。这个你回家可以长时间放。これはご当地の味付けでかなり甘い。最後は船。ヨットから金門を近くに望むという20分ほどの短い船旅に参加することに。8人乗りぐらいで1人100元強。まあチンタオでね乗ったことあるんで、こういうのにね、その時よりでかいかな、大きいやつ乗り込んでいきましょう。かなりでかい、大きいから快適そう。
これ違う、水が溢れ、あ、すごい海水が溢れてき、やばい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 、海水が溢れてき、それがなんて水しぶきですっごい水、めっちゃかかる、水しぶきです。約20分の船旅を終え、陸で出迎えるのはかの大劇場と巨大なマソ像である。そんなこんなで朝7時から昼過ぎまでタクシー運転手に連れられるがまま、その車でコロンス島に行くフェリー乗り場まで連れて行ってもらったのは1時過ぎ。2時前のフェリーに予約変更したのだ。外国人なんで紙のチケットを取りに行かなきゃいけない。身分証のカードがね、パスポートじゃチケットコントロールのところパスポートじゃ通れないんで、安全検査抜けて待合室、いや思いがけず全然予定と違う一日の始まり方になりました。本当はね8時半のフェリーでねコロンス島に渡る予定だったんですけど、運転手に勧められるがままにあちこちねアモイ州をね回って、まあ面白かったです。で実は明日もね運転手さんと一緒にねトゥーローっていう場所に行くことになりました。ハッカのトゥーローっていうところですね。まだ時間あるんだけど、もうみんなすごいすでに並んでる。乗り込みました。もうこれ大丈夫かな、乗れるかなっていうか座れるんかこれ。もう人多すぎてね、下行けって言われてる。这都是外国的乘客朋友，根本都听不懂。Let's stay on the ground floor, on the ground deck, please. Okay, stay here, stay here. これ席の数で売ってるんじゃないんだ。もうどんぐらい大体立ち席でも入れて、立ち席も全部込みでどんぐらい入るかで入れてんだね。今日普通の月曜日なんですよね。別に休みの日とかじゃないんで。でこれ1時50分発のやつ、もう毎日こんな感じなのかな。あと船着き場から少し歩いて、ここのビーチいい感じですね。今冬のね、一番冬の寒い時期らしいけど、それでももうこの暖かさ、こんな格好してますけど、夜とかはね結構冷えるから、その時のためです。日中はねもうこんだけ日差しさしてたらT シャツでもいいぐらいですね。こっからそこのツインタワーが見えるこっち側まで来たんだね。アモイの本島が見える側の、ここは小さい島だからね、こうやってビーチになったり岩の崖になったり、すごいあったかくって海、ビーチ、開放的な空間でもうリゾート地って感じですね。後ろのあそこがね、建物すごい綺麗。あそこまで行ってみないとね。島自体結構広いんでね、
ただこれ帰りのフェリーとか別に心配する必要ないんですよ。24時間やってるらしいですよ。まあ、少なくとも夜中までやってるんで全然心配する必要ない。里面装的全部都是白的。让我可以在疯狂世界发现我自己，不管是朋友眼光照耀，你依然美丽。你让我明白，爱你就是爱我自己。你让我学会珍惜生活里。この風光明媚なコロンス島が歴史の舞台に現れるのは近代になってから。アヘン戦争後の南京条約でアモイが外国に開港されたのを機に列強がここにこぞって領事館を設置した。西洋の影響を受けた建築様式は現地のものと混ざって独自の美しい建物を作り出した。2017年には世界遺産に登録されている。なので主にモダニズムやアールデコの建築群を楽しむことができるが、中にはこのように石垣に土壁の福建の風土を感じさせる建物も見かける。当然この島は人気の観光地、着飾って写真を撮る観光客と現地の人との対象も興味深い。中国で時折理解が難しいのはダーカの文化だ。ネットで取り上げられたスポットに行って写真を撮る。大体は美しかったり独特だったり取り上げられた理由がすぐわかるが、ここはどうして人が群がっているのかさっぱり見当がつかなかった。この島には3つ船着き場がある。1つ目は来る時に着いた内宗青码頭。向こうに見えるのは鋼琴碼頭。鋼琴というのはピアノのことだ。ここは三頂天碼頭。鋼琴碼頭がコロンス島の中心に一番近く、夜の便が出ているのもここなので一番使い勝手が良いだろう。そうこうするうちにもう日の入りの時間だ。適当に丘を歩いていると人が少なく日の入りを眺めることができる高台に出くわした。ここは月光園、日光園と対をなす名前がついているが、大人気のそちらとは違ってここは人気が少ない。しかし日の入りを眺めるには絶好の場所だった。
个遇到这一半圈，谁绕的还更快了，下谁绕的还慢了，这点还在不停的热，马上就下去了。然后咱们就飞了，马上热。特に下調べをせず行き当たりばったりで歩いていたので、もう暗くなってから面白い場所をたくさん見逃していたことに気づく。建物は多くは開放されていないか、開放されているものは予約が必要だったりと、もう少し調べてから回るべきだった。島での飲食は高いからやめた方がいい。特に海鮮はバカ高いからとタクシー運転手に言われていたので、ここで夕食は取らず、7時前ぐらいにフェリーで本当に帰ることにした。と思ってたけども、関取合戦だよこれ。関取合戦。あそもうね、開いた瞬間にね、うわーって言っちゃった。もうなると思ってたっけ？あんまなると思ってなかったから、カメラで撮る準備とかしなかった。始まっちゃってからなんだこれと思ってカメラ回したんだけど帰りのフェリーです。帰りのフェリー。いやー、景綺麗だね。すっごい綺麗にライトアップされてる。フェリーから無事こちら側に戻ってきました。ちなみに夜の部はここだけ、ここのジョンシャンドゥの向かいのここの船着き場、発着場、ここからだけ出てますね。斜面ルンドゥマートっていうここですね。コロンス島ちょっとね、あんまりうまく回れなかったなって、もっと計画立ててね、見どころを調べて回るべきだったなって思ったんですけど、最後ね、これ見たいなと思った時はもう天気だけもう見たいなと思った時はもう夜になってて見れなかったりとかで、予約が必要とかね、いちいちそういうのもあって、そういうの調べていかなかったんでね、もうちょっと計画的に行くべきだったけど、のんびり楽しむことはできました。タクシーでサクッとここに戻ってきました。小さいけど結構にぎわってる感じの店見つけたんで、ここ入ってみるか。タイ系の店なのかな。
東南アジア系のこのすごい低いテーブル。多分タイ料理だと思うから、なんかそういうタイ語の名前あると思うんだけど、あんまり僕そちら辺詳しくないんで全然わかんないです。なんか名前なんでしょうね。店の名前はパッガーパオっていう名前。ごちそうさまでした。シンプルだけどすごい美味しかったです。他にもね、海鮮ファンとか海鮮飯とかカレーのやつとかもあって、あと飲み物もね、タイのミルクティー的なものかな、そういうのもあって、そこ気づかなかったんで帰る時に気づいちゃったんで飲めなかったんですけど、またね機会があれば来てみたいね。